皆さんこんにちは。あっという間に3日目となりました。当初のチケットだと起きてそのまま空港に向かわないといけない時間だったのですが、チケットが変更になったため朝食をとる時間ができました。なので7時に起きて朝食を食べに向かっています。といっても松江南京駅近辺の朝ごはんは朝早くからやっていて、 SNS でも記載されているような有名な場所があんまりなく、とりあえず Google マップを見て良さそうな場所を見つけたので歩いています。徒歩で約10分。天気は最終日も小雨というかなんというかすっきりしない天気です。多分この辺かな。閉まってる。臨時休業的な感じだったようで、お休みの日付が書いてあります。タイミングが悪すぎ。Google マップには臨時休業までは書いていないので、こういうこともありますよね。とりあえず戻りながらどこかお店がないかなと歩いてみました。すっごいローカルそうなお店を発見します。メニューが写真付きじゃないから正直わからない。ただ Google マップの評価はすごい良かったので、ローカルには確実に人気だと思います。Google マップに載ってる写真も美味しそうだったので、ここでも良かったんですけど、あまりにもローカルすぎて勇気が出ませんでした。すいません。で、ダンピンが食べたかった私。たまたますぐ隣のお店に写真付きのメニューが出ているおしゃれなお店がありました。ここでいいんじゃない？両親も写真がある方が安心したみたいなので、ここに決定しました。中に入ってみると、朝早いからかお客さんも一人しかいません。注文は QR からできました。お兄さんが一人でやっているようでせっせと作ってくれます。この時のメニューが英語も日本語もなかったので、とりあえずダンピンという文字を見つけた私は、そこからチーズと卵のダンピンをチョイス。両親はサンドイッチがいいとのことで、漢字でサンメイジがサンドイッチだった気がすると伝えて、そこから母はツナ、父はスパムみたいなやつをチョイスしました。父ちゃんも飲むか聞いたんですけど、2人ともいらないとのことで、私はアイスティーをチョイスしました。で、トータルが195ニュータイワンドルでした。日本円だと約975円。安すぎます。正直他にももっと食べたいっていう気持ちもありましたが、割と両親もこれで満足していたので、この後はホテル近くのスタバに行ってコーヒーを購入。私は友人に教えてもらった猫のドリンクホルダーが欲しかったので、そちらを購入しました。父は前日の何かに当たったのか、夜中にもトイレに行き、朝もまだお腹を壊していました。なので朝私がものすごい信頼しているセイロガン A を飲ましたところ、その後はすっかり回復していました。これめちゃくちゃいいので、お腹弱い人にはおすすめです。ホテルで出発の準備をしていたところ、父のスーツケースのハンドル部分が戻らなくなる事件が発生。今回の旅行は父は最初からなんか踏んだり蹴ったりです。出発が遅れてしまうので、ハンドルを伸ばしたまま Uber で台北駅まで行きました。ホテルから台北駅までは130ニュータイワンドルでした。約650円。台北駅で父が荷物を出して中でハンドルをちょっといじったところ、無事に元に戻ったので一安心。このまま MRT で空港に向かいます。帰りの MRT は160ニュータイワンドル。全員チャージしていた残金をきれいに使い切りました。桃園空港第2ターミナルに到着。フードコートで最後の食事です。私と父は同じものを、母は蒸し鶏のやつにしていました。こちら一つずつの金額を撮影するのを忘れてしまったのですが、3人でトータル674ニュータイワンドルでした。約2022円。空港で食事にしては安いですよね。フードコートで食事後、カウンターでチェックイン。早めに保安検査を通ろうかと思って行ってみてびっくり。
時間的なものもあるかもしれませんが、ものすんごい並んでました。多分検査するまでに30分以上余裕でかかっていたと思います。早めに来てよかったです。その後は搭乗の時間までスタバに行きました。ここでやっと私の欲しかった白猫のカップホルダーを発見。迷わず購入いたしました。父はジュースを飲んでいたのですが、後からこれが500円するということを知ってびっくり。私は北部限定のドリンクを、母は抹茶ラテを飲んでいました。飛行機に搭乗しました。14時50分に搭乗開始でしたが、なんだかんだ私たちが席に着いたのは15時20分。帰りは右側の座席でした。窓際が私、真ん中が母、通路側が父です。そしてなんとここからまたもや滑走路の渋滞。ここから1時間以上待機時間がありました。結構長かったです。天気が悪かったことが原因かと思います。ここで今回の旅費の合計金額の発表です。2泊3日3人での金額になります。まず元々の JAL の飛行機代が14万8560円。こちらの返金が6万7560円あったので差額が8万1000円。エバー航空の往復チケットが22万4490円。なのでトータルの航空券代は30万5490円。そしてホテル代が2泊分トリップドットコムで予約2万9962円。ウーバーでのタクシー代740ニュータイワンドル、合計約3700円。2日目のツアー代と入園チケット、合計1万3555円。初日の MRT のチケットが3名分2070円。現地での食事、お土産代は私と母で1万5000円ずつを現金にしました。こちらはきれいに使い切ったので3万円。それ以外に私が自分でカードで支払ったもの、成田までの行き帰りの交通費や食事代は抜いています。総合計金額が38万4777円。こう見ると結構な金額ですね。実はこの旅行から帰国後、母からこのままだと気が済まないから50万円渡されています。本来は私からのプレゼント旅行なので必要ないと伝えたのですが、どうしても受け取ってほしいというので受け取りました。ただ私は母からのお金をこれに使うつもりはなく、次に両親と旅行に行く時のためのお金にしようと思っています。今回こんなハプニングが起きてしまったけれど、家族3人無事に旅行に行って帰ってくることができました。人生で初めて両親と一緒に海外旅行に行けたことが私にとってはとっても嬉しいんです。今回の動画のコメントで、とても親孝行されていますねとか、私なら旅行をやめていますとか、いろいろな意見をいただきました。私が今回何としても旅行に行きたかったのは、私が日本にいられる時間があと1年あるかわからないからです。別の動画でもお話ししていますが、私は現在オーストラリアのパートナービザを申請中です。すでに夫は先に帰国しており、移住後は夫の両親と一緒に住むことも決まっています。メルボルンからはどんなに頑張っても片道10時間以上かかります。そちらは5月にメルボルンに短期滞在した時の様子を Vlog にしているので、気になる方は見ていただければと思います。今の私は両親の家からバイクで10分ぐらいの距離に住んでいます。会おうと思えばいつでも会える距離です。それが移住後はきっと1年に1回会えるか会えないかになるかなと思っています。飛行機代も直行便だと往復で20万ぐらいはしますしね。今の私のモットーは、残りの日本での生活を後悔しないように生活することです。人間いつ病気になるか、いつ事故に遭ってしまうかわからないですよね。もしそうなった時に、あの時もっとこうしておけばよかった、こうしてあげればよかったって思いたくないんです。もしかしたらいずれどこかでお話しするかもしれませんが、私は若い時に親の反対を押し切って結婚をして、家まで買ったのに元夫が行方不明になり、実家に出戻りをしたというなかなか普通ではない過去があります。
その当時から両親にはすごい心配や迷惑をかけてきたっていう自覚が私にはあるので、親には一生頭が上がりません。妹も実家の近くに引っ越してきてくれたおかげで、両親にとっては初孫が近くに住んでいるということもあり、今が一番充実しているんじゃないかなと思います。そして私自身も今が一番仕事も収入も安定して、やっと親に対して食事や旅行に連れて行けるようになったなと思っています。だからこそ残りの日本での時間は少しでも家族との時間を増やしていきたいと思っています。私も決してお金に余裕があるというわけではないので近場にはなってしまいますが、移住までにまた海外旅行を計画しようと思っています。現在まだ父も定年前で、母もパートをしながら同居している義母の介護をしています。なので長期で休みを取ることはできないですし、行ける場所は限られてしまうだろうなとは思っています。海外旅行にわざわざ行かなくてもいいじゃないと思う人もいるでしょうし、私の自己満であることに間違いはありません。でも私がこうやって両親が元気なうちに連れて行ってあげないと自分たちで行こうとは絶対にならないと思うんです。何より私が移住後、両親にオーストラリアの航空券をプレゼントしてしばらく滞在させてあげたいなという計画もあります。長期で滞在となると父の定年後でないといけないし、介護中の祖母の問題もあるのでいつになるかはわかりません。でもそのためにも飛行機にまず慣れてもらうこと、海外旅行に慣れてもらうことが大事なのではと思っています。Sometimes the questions rise like quiet waves, but your smile keeps me right there. We're not perfect, and we don't need to be. It's the way you breathe next to me. Every ordinary day becomes a gentle scene. You're my simple harmony.And even if the world feels uncertain, I'll still pull the curtain wide. 'Cause I feel warm here with you. I can rest and be true. In this calm, steady light, I'm okay. 今回のシニア両親初めての台湾旅を見てくださってありがとうございました。次は2月に宮古島に行きます。なので旅動画はしばらく更新が空くかと思います。それでもぜひ次回の動画も視聴していただけると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。